こんにちは。ジオメトリーノードマニアの平地です。今回はブレンダーのジオメトリーノードを使ってノードを真似するだけでできるおにぎりモディファイアを作る方法を紹介します。突然ですが、おにぎりを作りたいときはどのように作りますか？米粒をモデリングしてパーティクルを使いますか？それだといろんな形のおにぎりを作るときに毎回設定が必要になってきます。今回はノードをつなぎ合わせるだけでこのようなおにぎりを作るモディファイアを作っていきます。これだと新しいオブジェクトに毎回適用するだけでおにぎりにすることが可能です。まずはシンプルな主要おにぎりをノードだけで作ります。その後で金色のおにぎりも作ってみます。そして最後に主要おにぎりから金色のおにぎりに変化させるエフェクトもノードで組んでいきたいと思います。ただ今回は少しパソコンのスペックによっては重い処理になりますが、一緒に楽しんで学びましょう。このチャンネルではブレンダーのジオメトリーノードを使った遊び方を紹介していますので、興味ある方はチャンネル登録と評価をお願いします。それでは実際に作業を進めていきましょう。まずジオメトリーノードタブに移動します。そして最初から置いてあるキューブを選択した状態でジオメトリーノードを新規を押します。名前は GN1 としておきます。まずはですね、ノードを使って米粒をモデリングしていきたいと思います。今回はメッシュプリミティブの UV 球を元に作っていきましょう。シフト A、メッシュプリミティブ UV 球を選択し、グループ入力と入れ替えます。そして縦に伸ばしたいのでトランスフォームノードを追加します。シフト A、ジオメトリー処理、ジオメトリートランスフォームを選択し、UV 球の後ろに接続します。そしてスケールを2倍に上げて2にしておきます。これだけでもざっくり見れば米粒になりますが、今回は少しかけさせた表現もしたいと思います。ここでかけさせる方法としてはメッシュブーリアンを使っていきます。シフト A、メッシュ処理、メッシュブーリアンを選択し、後ろに接続します。このメッシュブーリアンは2つのメッシュがあるとそれと交差しているところを削り取るという表現が可能です。で、今回は簡単に先ほどの UV 球とジオメトリートランスフォームノードを選択した状態で Shift D を押してコピーします。そして今コピーしたものをメッシュブーリアンのメッシュ2の方に接続します。今は完全に2つが重なっているので全部消えてしまいましたので、このジオメトリートランスフォームで位置を調整していきたいと思います。仮にX を -0.9、Z を 1.3 とします。これだと少し削りすぎている気もするので、こちらの Z を少し調整していきましょう。Z は2ですかね。これを今回の米粒にしたいと思います。そしてマテリアルも設定していきます。Shift A、マテリアル設定を追加しましょう。そしてマテリアルタブの方を押して、今回このマテリアルをライスとしておきます。そしてこのマテリアル設定でライスを選択しておきます。今回簡単なマテリアル設定も行っていきます。まずはシェーディングタブに移動しましょう。今回はインスタンス反映した米粒一つ一つ微妙に色を変えたいと思います。なのでまずオブジェクト情報を追加します。このランダムを使うことでインスタンス反映したそれぞれの米粒が微妙にカラーが変わってきます。で、ここでカラーランプの方も追加しましょう。係数をランダムと接続します。こうですね。で、こちら後からも調整しますが、少し黄色寄りな明るい感じですね。誤差ぐらいのものですが、それでカラーを調整しておきます。そして今回質感が少し難しいところはあるんですが、炊いたお米ということで少し透き通るような表現にしたいと思います。今回は10日 BSDF を追加してそれをミックスさせたいと思います。Shift A、シェーダー、10日 BSDF、こちらを選択し、コントロールシフトの右クリックでこちらをミックスします。そしてこちらマテリアルタブの方でブレンドモードはアルファブレンドにしておきます。で、このシェーダーの値ですね、こちらは少し下げて 0.3 にしておきます。今回はこれをお米として見立てたいと思います。ではこれでジオメトリーノードタブに戻りましょう。で、少しこの角張っているところもあるのでサブディビジョンサーフェスで滑らかにしたいと思います。Shift A、メッシュ処理、
サブディビジョンサーフェスを追加し、マテリアル設定の後ろに接続します。これで元になる一番最小単位の米粒ができました。こちらは全体を選択した状態でコントロール J でフレームをつけておきます。N キーでフレームを出した状態でラベル名をライスとしておきます。今度はこの米粒をインスタンス反映していきたいと思います。元になるオブジェクトにポイントを大量につけていきたいと思います。大量にポイントをつける方法として2つあります。1つは面にポイント配置になります。Shift A のポイント、面にポイント配置を選択し、こちらを元々のグループ入力と接続してみます。この密度を変えれば、ポイントが大量に作ることができました。でもう一つの方法として、ボリュームを使う方法があります。Shift A、メッシュ処理。メッシュのボリューム化。こうですね。そして、このボリュームをポイント化させます。Shift A、ポイント、ボリュームにポイント配置。それぞれ密度の数を上げてみます。仮に50としておきましょう。このようになりました。この2つの違いとしては、この面にポイント配置はあくまで面にポイントをつけるだけなので、今回で言うと、この中身の部分にはポイントはつかない形になります。で、このメッシュのボリューム化については、もともとあるメッシュをボリューム化して、そこに全てにポイントをつけるということで、この中にもポイントをつけることができるというのが違いになってきます。今回はこのメッシュのボリューム化とボリュームにポイント配置を使いたいと思うんですが、こちらを使うと処理に負担がかかるので、パソコンのスペック等に合わせて、この密度をもっと下げたりですね、このメニューポイント配置をして値を調節するとして、使いやすい方を使ってみてください。もう少し密度は下げておきましょう。そして今ポイントの配置が終わったので、ここにポイントにインスタンス作成を追加してインスタンス反映をしていきます。反映するインスタンスは先ほど作った米粒になりますので、この先ほどのライスですね、これをこちらの方にインスタンス反映をします。少しスケールが大きいので、ここを調整していきます。0.03 ぐらいですかね。今すべての米粒が同じ方向を向いているので、回転をランダムに変えます。またすべてが同じ大きさというのも不自然なので、このスケールについてもランダムにしていきたいと思います。今回は簡単にどちらもランダム値ノードを使います。Shift A、ユーティリティのランダム値。で、こちら回転を仮にマイナス3から3ぐらいにしておきます。で、これを Shift D でコピーします。スケールは今 0.03 で少しちょうどいいぐらいなので、0.01 から0.03 にしてスケールに接続します。これで米粒がある程度不規則に配置できて、おにぎりのようなモディファイアを作ることができました。今回最終的に出力するものとしては、おにぎりが回転していて、そこで途中で金色に変わるような作品にしたいと思うので、このおにぎりを自動で回転するようにもしたいと思います。まず使うのはですね、トランスフォームノードになります。Shift A、ジオメトリー処理、ジオメトリートランスフォームを追加し接続します。そしてこの横にずっと自動的に回転させていきたいと思うので、まず回転の Z 軸にだけ回転させるようにしたいと思います。なので、まずは XYZ 合成を使います。で、Z をずっと回転させていきたいので、Shift A の入力、シーンタイム。これの Z をつけます。この状態で再生ボタンを押すと、こちらの再生ボタンかスペースキーを押すとアニメーションが再生されます。このように特にキーフレームを打たずとも、このシーンタイムの秒数に従ってオブジェクトを回転させることができました。またこのキューブについては名前を分かりやすいように、ベースとしておきます。そして後から微調整はしますが、この今のベースについては G キーで少し上の方に上げておきましょう。そして例えばモンキー等を追加して、
このモンキーにモディファイアタブからジオメトリーノードを適用し、今の GN1 を適用させれば、モンキーもおにぎりの形にすることができます。このように何度もモディファイアを適用させることで、いろんな形のおにぎりが作れるので、ぜひ試してみてください。それでは次に、このおにぎりを金色の米粒に変化するようにしていきたいと思います。まずは、その金色のマテリアルを用意します。こちらベースを選択した状態で、マテリアルタブで、こちらプラスを押しましょう。そして新規を押して、こちらをゴールドとしておきます。メタリックを1にして、ベースカラーを少し黄色っぽい形にしておきます。また、今回はもう一つオブジェクトを追加して、そのオブジェクトとこのベースの位置関係によって金色に変化させていきたいと思います。なので Shift A から Empty を何か追加します。そしてこの Empty の名前をそうですね、コントロールマテリアルということで CM としておきましょう。後から CM を操作していきますが、こちら CM を押すたびにここのジオメトリーノードが消えるというのも少しやりづらいので、こちらベースを選択した状態で GN1 の横にあるピン止めのところを選択しておきます。これで他のオブジェクトを押してもこの GN1 が固定された状態になるので作業をしやすくなりました。ではここから金色のマテリアルに変化させるノードを組んでいきたいと思います。まずはマテリアル設定を追加してみましょう。そしてマテリアル設定でゴールドを選択します。すると金色になりました。もともとライスのマテリアルを設定していましたが、このノードが右側に行くにつれて後半でこのゴールドに上書きされているというのが今の状況になります。ただこれだとずっとゴールドのままなので、ある条件をつけてその時にだけゴールドにするというものにしたいと思います。で、今回は先ほど追加した CM ですね。この位置関係で、この CM よりもこのベースが高い位置にあるときは金色にするというものにしたいと思います。なので、このベースの位置情報、その Z 軸成分とこの CM の位置情報の Z 軸成分を比較して大きい方、その時にこのゴールドを適用させるというのが大まかな流れになります。なので、まずこの CM をドラッグ&ドロップで追加します。またベースの位置情報が必要なのでジオメトリーから位置を追加します。お互いにそれぞれ Z 軸の情報だけが欲しいので XYZ 分離を追加します。じゃあ Shift D でコピーして複製しておきます。そしてこの Z 軸の情報を比較するので Shift A から数式比較を追加します。こうですね。このベースの Z 軸の位置情報がこの CM の Z 軸の情報よりも大きいときはゴールドになります。で、今 CM の方が高い方にあるので元のライツのままになっています。そしてこれを下げていくと金色になります。ただですね、今はこれを少し途中まで持っていくと米粒一つ一つが位置関係によって途中まで変わっているようになっています。本当はここでこのインスタンスを実体化させてあげる必要があります。ただ、このインスタンスの実体化をすると、かなり処理が重くなるので少し注意が必要です。必要に応じて、ここで一旦保存しておいてください。これを追加し、その状態で、この CM を動かしてみましょう。このように、米粒一つ一粒ではなく、この CM と比較して、少し高いところの部分だけが、金色に変化することができました。ただですね、今回ボリュームとポイントを使っていて、今かなり重い状態なので、一旦ここはクリアにしておきたいと思います。じゃあ M キーを押すと、こちらを一旦無効化できるので、その状態にしておきたいと思います。これで、この CM のコントロールによって金色に変化させる方法というのが完成になります。このように CM にアニメーションをつければ、それに合わせてこのおにぎりが金色になったり、戻ったりを繰り返すということができるようになりました。次のパートに移りたいと思います。で、今はですね、マテリアルが変化しているだけなので、少し変化する瞬間、違うモーションを入れていきたいと思います。具体的には、この CM に近づいた時に、その部分が横に広がるような表現を作ってみたいと思います。内容は難しいので、そこは不要な方は最後のシーン作りの方まで飛んで作業をしてみてください。そして今のですね、作ったマテリアルの部分も選択した状態で、コントロール J で囲っておきましょう。名前は
ゴールドってでもしておきます。次にこのゴールドの手前に別のノードを組んでポイントを制御していきたいと思います。なので少しこれを右側に寄せておいて位置設定ノードを追加していきましょう。Shift A、ジオメトリー、書き込み、位置設定。こちらを追加します。今回も必要になってくる情報の元になるのはこのベースの1ベクトルと CM のベクトルになるので、また同じようにこちらに1ノードとオブジェクト情報を追加していきます。まず動かしたい方向っていう部分とどれだけの距離を動かすか、それをベクトルで掛け合わせることで表現を作っていきたいと思います。で、まずは方向を決めていきたいと思います。この原点から見た時のそれぞれのこの米粒それぞれですね、それぞれの位置情報とこの CM との距離の差分、そこを出します。まずはベクトル演算ですね。ユーティリティのベクトル演算、こちらを追加して減算にします。これを出すことでこの CM からそれぞれの米粒までの位置、その2点を結んだベクトルですね。CM から米粒までの矢印というのがこちらで出すことができます。今回はこの大量の米粒をより動きやすく形をきれいに整えるという意味で正規化をさせます。なのでこの減算を Shift D でコピーしてこちら正規化にします。これは大量にあるベクトル情報というものを0から1のデータ単位ベクトルですね、そちらに置き換えるというものになっています。これで今回まずは方向を出すことができました。次にどれだけの距離を移動させるかというものを出していきたいと思います。またこのベクトル演算を Shift D でコピーして下に移動させます。で、今回はこの距離というものを選びます。この距離は A と B それぞれのベクトルの距離になります。で、またですね、この位置とオブジェクト情報の位置を接続します。で、この2点間の距離をまずは求めます。どのような形にしていくかというと、この2点間の距離を変数、y イコール x みたいな形でこの x の部分に置いたときに CM と一つの米粒、その距離が近い時に一番横に広げます。米からの距離が遠くなれば0に近づけるような形にしたいと思います。なのでグラフ的には y イコール x 分の1になります。反比例のグラフを表現したいと思います。なので今回この値については数式で1で割るような形になる。Shift A ユーティリティの数式ですね。こちらを乗算ですね。割り算にして、じゃあ上の値を1にして、こちらが変数としたときに、この距離を下の方に割ります。1割る x で、これで反比例の形ができました。そして、この距離とこの方向の情報を掛け合わせていきます。こちら Shift D でコピーし、乗算ノードを設定します。で、この乗算はベクトルの外積内積というものではなく、それぞれの成分を掛け合わせるということになっています。なのでこの距離の情報と方向の情報を掛け合わせたベクトルが出力されるということになります。その後でですね、今回はこの横 XY 情報だけを動かしたいと思います。なのでこちらでまた乗算ノードに加えてあげます。X と Y はそのまま1。で、Z 軸の情報は0をかけることで、結果的に X と Y は計算した結果、Z 軸は0というベクトルが出力されることになります。こちらをオフセットに接続します。この状態で、この CM、これを動かして近づけてみます。このような動きをするようになりました。ただこれだと、この米粒が少し横に飛び散りすぎちゃっています。で、この距離ですね。今回この反比例で出した距離を調整すれば動く幅というものを変化させることができそうです。なのでここは範囲マッピングを使います。Shift A のユーティリティ数式の範囲マッピングです。こちらをここに追加します。で、ここの値をいろいろ変えるとですね、このノードはもともと例えば0から1あるものを例えば反対にさせるですね、調整することはできます。試しに調整して遊んでもらいつつもですね、今回はマイナス3最小、最大を5。これぐらいの成分をこんな感じにして、ここはお好みで数値をいろいろ触ってみてください。今回はこれぐらいの数字にしたいと思います。そしてこちらのノードを少し整えて、この位置設定配下を選択し、コントロール J でまたフレームをつけておきます。名前はポジションぐらいにしておきます。
以上が今回作りたかったノード構成すべてになります。それでは最後に一緒に簡単ですが、こちらの動画出力を進めていきたいと思います。まずカメラですね。こちらカメラを選択して、一旦 Alt+G、Alt+A で原点に戻したいと思います。そしてこちらを点キーの3を押して横から見た状態で、手前ですね、おにぎりを手前の方に持ってきてカメラの角度を調整します。そして周りの平面も必要になってくると思うので、ステージですね、平面をつけていきましょう。こちらの平面を少しスケールを上げて、タブキーで編集モードに移行して、このポイント2点を選択し、E キーで上に伸ばしてあげたいと思います。この間の2点を選んだ状態で、コントロール B でこのベベルを少しかけて、こちらのマウスのスクロールで細かくし、スムーズシェードをかけておきましょう。ライトはですね、一旦エリアライトぐらいにしておいて、こちらについてはお好みで変えていただければと思います。ベタに調整をしていきたいと思います。こんな感じですかね。3点照明を作っていきましょう。最後に調整していきたいと思います。少し本当はレイアウトタブに戻ってですね、例えば画面の方を複製して、0キーでこういう風にカメラモードにしてですね、こんな形にできればなと思います。フロアのですね、平面についてもマテリアルを一つ追加しておいて、お好みで少し青っぽい感じにしたりなんかもして、調整してみてください。こんな感じで色が変わるおにぎりができました。で今回今こちら立方体を使ってますが、立方体自体を調整してもらっても大丈夫ですし、こんな感じで少し三角形っぽい形にすればおにぎりっぽく見えますし、丸だったりモンキーだったり、それか別のオブジェクトだったり、好きなものを米粒をインスタンス反映しておにぎりを作ってみてください。この状態でまず再生ボタンを押すとおにぎりが回るような形になりました。でサイズを変更させたときは、コントロール A でスケールとかですね、適用させてあげれば再計算したノードになってきます。これだと今少し物足りない密度になるので、密度をですね、それぞれ調整したりもしてみてください。コントロール用の CM、そちらについては実際にキーフレームを打ってアニメーションをつけていきたいと思います。まずは上の方に置いて、I キーで位置を取っておきます。50フレームで下まで、ここでまた I キーを押すと。で、100フレームでまた戻ると。ここでも I キー。で、こちらの時間については250から100フレームに変えておきます。これで再生ボタンを押すと、このように自動で CM が動いて、それに合わせておにぎりの米粒のマテリアルも変化するという動画ができました。これをEV だったりサイクルズで出力してもらって、時間はかかりますが、サイクルズの方が綺麗にはなります。そして最後に出力プロパティの方でファイルフォーマットを FMMPEG 動画にして、エンコーディングですね。ここをMPEG4 とかにして、最後にレンダーでアニメーションをレンダリングしていただければ、今回作った動画を出力することができます。以上で今回紹介したかったおにぎりモディファイアを作ってアニメーションを作るというところまでが完成です。今回のチュートリアルを参考に何か細かいものを別のオブジェクトの表面にまとわせる方法が少し理解できたと思います。ぜひいろんなアイディアで面白い作品に挑戦してみてください。気に入ってもらえた方、まだまだ見たいなと思っていただけた方がいれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、私が SNS で発信しているブレンドファイルや実際の作り方が直接知りたいという人は、概要欄の公式 LINE から連絡いただければ、実際のファイルの共有や Zoom での無料の個別相談なんかも対応していくので、お気軽にどうぞ。それでは次回もジオメトリーノードを使って一緒に遊んでいきましょう。お疲れ様でした。